今回は東京駅から蘇我駅まで京葉線沿いをウォーキングしてみました。京葉線は東京ディズニーランドなど海岸沿いのウォーターフロント施設があるところを歩けるので楽しんで歩きました。では本編をどうぞ。京葉線の改札口を出てすぐ地上に出ました。京葉線の駅は有楽町駅側に近いため、少し歩いて東京駅の丸の内駅南口に向かいます。東京駅のレンガ造りの駅舎を楽しみながら丸の内南口に着きました。では東京駅の駅タグのスタンプをゲットしました。スタンプ台に飾られている、スタンプはなんか新幹線の65周年のスタンプになってたんですけれども、駅タグのスタンプはいつもの東京駅のスタンプでした。はとバス乗り場を見ながら東京駅から次の八丁堀駅の方に向かって歩いていきます。はとバスが営業開始すると最近は海外の観光客の人でにぎわっています。高架下をくぐって東京駅の八重洲口の方に向かって歩いていきます。朝早くから東京駅周辺は走っている人が多いですね。首都高速都心環状線を過ぎて進んでいきます。ここに誕生橋って書いてあるんですけれども、どこに川があるんですかねっていうような感じを思いながら進んでいきます。八丁堀駅の入り口が見えてきました。この辺よく見てないと見過ごしちゃいますよね。八丁堀駅の改札にやってきました。八丁堀駅のスタンプ台は、改札の目の前にすぐあったので、駅タグのスタンプをすぐ発見することができました。八丁堀駅のスタンプをゲットしました。八丁堀の駅スタンプは、これはあれですよね。八丁堀って言ったら、お代官様っていう感じのスタンプになっています。八丁堀駅から地上に出ました。次の越中島駅に向かってまっすぐ進んでいたと思ったんですけど、なんかちょっと道路にある表札と向き先が違っているように見えたので GPS を確認したところ、ちょっと向きが違っていました。一旦八丁堀駅まで戻ってGPS を見ながら方向を確認して方向転換しました。次の越中島駅にはまっすぐ行くことができません。京葉線は川の下をくぐってそのまま行くことができるんですけれども、人が通る道にはその場所に橋がかかっていないため、橋がかかっているところを回って遠回りして越中島駅に向かいます。越中島駅に向かうには3つの橋を渡らないといけません。3つ川があるんで橋3つ渡るしかないんですけれども、まず1つ目の橋を渡りました。2つ目の橋は、有名な永代橋ですね。ここからはスカイツリーがよく見えます。スカイツリーを楽しみながら進みます。3つ目の橋を渡ります。橋を渡ることでやっと京葉線の地下を走ってるところに合流するような形になります。しばらく歩くと越中島駅の看板が見えてきました。越中島駅も地下にあるんですけれども、えらく看板が小さいです。
なのでちょっと見落としがちになっちゃうと思うので、気をつけて進んでいきます。越中島駅の改札に着きました。越中島駅のスタンプは、改札の横に分かりやすかったので、早速駅タグのスタンプをゲットします。越中島駅のスタンプをゲットしました。越中島駅のスタンプは海洋大学があるので、船のマークがモチーフになっています。越中島駅を出て次のスタンプのある新木場駅に向かいます。駅タグは全駅に設置されているわけではないので、たまに駅を飛ばすようなことがあります。越中島駅と新木場駅の間には塩見駅があるんですけれども、塩見駅には駅タグがないので、今回は飛ばすような形になっています。なので普通ですと30分おきに駅があるんですけれども、今回は1時間ぐらい歩いて新木場駅に向かいます。スタンプはないですけれども、この辺は橋があるところを進んでいくしかないので、結局塩見駅の近くを通って進んでいきます。川越しで都心の方を見て歩いていくのも結構楽しいです。夢の島運動公園が見えてきました。反対側に渡ると夢の島公園が見えてきました。この辺りは植物園とかもあって楽しいので、ぜひ公園の方も歩いてみるといいかもしれませんね。新木場駅が見えてきました。新木場駅には臨海線や、有楽町線が通っているので結構にぎわっています。駅タグの場所がちょっと分かりづらいところにありました。駅員さんのいるブースのガラス面に貼ってありました。新木場駅の駅タグをゲットしました。新木場駅の駅タグのデザインは、各路線が入ってきているという形なので、電車がモチーフになっている模様です。新木場駅の次は葛西臨海公園に向かいます。葛西臨海公園の向かう途中には新木場駅に清掃工場があるので、その広場を活用した野球場とかがあります。そのため結構野球の道具を背負った、子供たちが歩いているのを見かけます。葛西臨海公園に渡る橋から新木場駅のある夢の島の方を見てみると、野球場やら、公園の施設がいっぱいあるところが見ることができます。葛西臨海公園に渡る橋は荒川を渡る橋になっています。少し長い橋になってるんですけれども、川の風景とか結構景色がいいので見応えがあります。楽しみながらウォーキングしましょう。遠くの方に葛西臨海公園の観覧車が見えてきました。この辺は首都高中央環状線のジャンクションになってるので、結構道路が入り組んでますね。この辺りも見ながら歩いていると楽しいかもしれません。いよいよ葛西臨海公園の観覧車が目の前になってきました。この橋を渡ると葛西臨海公園に入ることになります。葛西臨海公園駅に到着しました。葛西臨海公園はポスターの脇に駅タグがちょこんと貼られていました。葛西臨海公園の駅タグのスタンプをゲットしました。葛西臨海公園駅のスタンプは、葛西臨海公園にある観覧車と水族館がモチーフになっているスタンプでした。次は夢の国の東京ディズニーランドがある舞浜駅に向かいます。葛西臨海公園と舞浜駅の間にある舞浜大橋を渡っていきます。舞浜大橋の途中に東京都と千葉県の境目を表す看板が小さくありましたね。結構長い橋なので、さっきは武蔵野線、今度は京葉線と、2本見ることができるような感じの長さになっています。舞浜駅の近くになってきて、ボンボヤージュの建物が見えてきました。舞浜駅の近くの地上の歩道は、観光客の人があまり歩いていません。なので結構歩きやすいです。
舞浜駅に到着しました。ちょっと駅タグが見つからずうろうろしています。見つけました。駅員さんがいるブースのガラス面に貼ってありました。では駅タグのスタンプをゲットします。舞浜駅のスタンプをゲットしました。舞浜駅のスタンプは京葉線がモチーフになっているシンプルなスタンプでした。さすがにキャラクターは載せられないみたいです。舞浜駅の次は新浦安駅になります。新浦安駅に向かうためには歩道を歩いていくのもいいんですけれども、ちょうどイクスピアリが空いていたのでイクスピアリの中を歩いていきます。結構大きなダイソーさんが入っていますね。ダイソーさんを横に見ながらイクスピアリの中を通過していきます。イクスピアリを抜けて車道の脇の歩道に向かいます。もうこの時間になるとディズニーシーやディズニーランドの方に向かって歩いていく人が結構見受けられます。今回は歩いていませんけれども、ディズニーランドの周遊ですね、周りの歩道になっているところがあるので、そこを回るのもとても面白いです。浦安運動公園を過ぎて新浦安の方に進んでいきます。この辺は船の修理工場みたいなところが結構多くありますね。新浦安に向かっていくと京葉線の高架線を上に見ることができます。この高架線よく見るとえらく幅が広いですね。これもともと複々線にするみたいだったので、それなりの用地とか橋桁が準備されてるみたいです。新浦安駅に着きました。ちょっと看板とかなくて寂しい感じです。新浦安駅の駅タグはスタンプ台があるので、ないですね。これプラレール用のスタンプらしいです。なので駅タグを探し回ります。そうすると駅員さんのブースのところのガラスのところに貼られていました。結構ちょっと難易度高い駅タグですね。新浦安駅のスタンプをゲットしました。新浦安駅のスタンプも京葉線をモチーフにしたスタンプでシンプルなスタンプでした。ここでいつも見ていただいているバームクーヘンさんと出会ったので、ちょっと一緒に歩くことにしました。早速昼ご飯を食べようということになって昼ご飯を探していますが、ちょっと11時前だったのでちょっとなかなか見つけることができませんでした。結局おにぎり屋さんでおにぎりを買って食べることにしました。新浦安から次の駅スタンプがある駅は南船橋になります。途中市川塩浜と二俣新町駅には駅スタンプがないので 10.5 キロぐらいまでですね。そのぐらいの距離あるのでだいたい2時間近くかかります。途中ルート上には市川塩浜駅を通るので、ここに駅スタンプがあれば30分から40分単位でスタンプが取れたので、もうちょっと疲れなかったかなと思います。ちょっとここはあれですね、危険ゾーンの距離があります。橋を渡ると高野ジャンクションの下を歩くことになります。この辺下から見ててもすごい建物ですね。よくこんなものが作れるなっていうぐらい曲線美に優れた、ジャンクションが下から見るとよく見えますね。まだまだ続きます。この辺りは歩く人も少ないみたくて、歩道の草が生い茂ってますね。やっと遠くの方に南船橋にあるララポート東京ベイが見えてきました。もうちょっとですね。疲れ果てたバームクーヘンさんをしばし待ちます。結構 10.5 キロをノン休憩で歩くっていうのも結構辛いので、適時休憩を取りたいところだったんですけれども、この辺りは倉庫街なのでなかなか休憩を取ることができませんでした。ララポート東京ベイに続く歩道橋の階段に差し掛かりました。やっと休憩が取れます。休憩を終えて南船橋駅に向かいます。南船橋駅にて駅スタンプをゲットします。南船橋駅の駅スタンプはすぐ見えるところですね。そこにあったので簡単に見つけることができました。
南船橋のスタンプは近くに港があるので、船と京葉線がモチーフになってるみたいです。ここでバームクーヘンさんに、スタンプを撮ってるところを撮影していただきました。最近できたララポートテラスにて昼食をとることにしました。ララポートテラスでカレーライスをいただきました。さすがに今回一家が 10.5 キロだったので、ちょっと辛いという言葉がありましたが、ここから先は各駅になっています。では気を取り直して新習志野駅に向かいます。ララポートテラスには広場もあって、結構子供を連れてくるにはいい場所だと思いました。南船橋から新習志野駅に向かいます。この辺反対側の道路を歩いていればあれですね、八津干潟の方を歩けたんですけれども、ちょっと間違えて一番最短距離の歩道を歩いてしまいました。もし歩くんでしたら八津干潟の方を見ながら歩くととてもいいと思います。新習志野駅の構造物が見えてきました。新習志野駅に到着しました。新習志野駅の駅タグのスタンプなんですけれども、突然柱に貼ってありました。ちょっとびっくりしましたね。探す間もなく目の前にあったので、新習志野駅のスタンプをゲットしました。新習志野駅のスタンプはバラ園がモチーフになっています。この辺りも結構川が多いので、ちょっと遠回りになるところもあります。ここでバームクーヘンさんとお別れして、幕張豊砂駅に向かうことにしました。幕張豊砂駅に到着しました。幕張豊砂駅はあれですね、イオンの近くなので土日は結構人混み激しいです。なかなかスタンプがゲットできなくて四苦八苦しています。3回目ぐらいのタッチでやっとスタンプをゲットしました。幕張豊砂駅のスタンプはあれですね、幕張豊砂駅の形と、あとは車両基地があるので、車両基地のスパナとかのマークが載っています。大きなイオンモールの脇を進んでいきます。幕張豊砂駅は反対側に出る横断通路みたいのがないので、幕張豊砂駅の車両基地ですね、そこの反対側にある幕張免許センターに行くには、ここのイオンモールを過ぎて、反対側に渡るという、ちょっと長い道のりがあります。海浜幕張駅に到着しました。海浜幕張駅の駅スタンプは改札の真ん中の柱のところに貼られていました。海浜幕張駅のスタンプをゲットしました。海浜幕張駅のスタンプは新都心のビル街と海がモチーフになっています。三井アウトレットパーク幕張を過ぎて検見川浜駅に向かって歩いていきます。続いて幕張海浜公園の中を通って進んでいきます。花見川を渡って検見川浜駅の方に向かっています。この辺りは高架がちょっと低いせいか、京葉線をよく見ることができます。検見川浜駅に到着しました。検見川浜駅の周りはマンションに囲まれているので、ちょっと駅を発見するのが難しい感じになっています。検見川浜駅について駅スタンプを探しています。てっきり駅員さんがいるガラスのところに貼られているかと思いきや、傘のレンタルのところの上に貼られていました。ちょっと難易度高めですね、ここも。検見川浜駅のスタンプをゲットしました。検見川浜駅は富士山と鳥がモチーフになってるみたいです。稲毛海岸駅に向かって進んでいきます。稲毛海岸駅と検見川浜駅の距離はちょっと電車でいつも乗ってるとあまり遠くはないと感じてたんですけれども、歩いてみるとどんな感じでしょう。稲毛海岸駅の近くに到着しました。予想通り近い感じでした。稲毛海岸駅に到着しました。稲毛海岸駅で駅タグを探しています。ポスターのところにあるかと思いましたが、ちょっとした台のところにポツンと置かれていました。早速稲毛海岸駅の駅タグを
ゲットします。稲毛海岸駅の駅タグをゲットしました。稲毛海岸駅のスタンプは高架線とあとは飛行場跡の公園をモチーフにしてるみたいです。稲毛海岸駅と千葉港駅の間は 3.9 キロぐらいありますので結構離れています。だいたいあれですね、普通の速度で歩いていくと50分ぐらいかかるかなと思います。ちょっと一貫離れてますね。千葉港駅が見えてきました。千葉都市モノレールの千葉港駅と、京葉線の千葉港駅が、つながっているような形になっています。千葉港駅の駅タグのスタンプは駅員さんのいる壁のところに貼られています。千葉港駅の駅タグをゲットしました。千葉港駅の駅タグは千葉ポートタワーがモチーフになっています。千葉港駅から蘇我駅の間は約 4.5 キロぐらいありますので、約1時間ぐらい歩くような感じになります。ちょっと千葉港駅と蘇我の間はさらにまだ駅間が空いているような感じになっています。蘇我駅に向かって歩いているとだいぶ日が暮れてきました。もう少しなのでラストスパートって言った感じですね。蘇我駅が見えてきました。最後の最後ですね。頑張って歩きましょう。おしゃれな街灯があるバス停を進んでいきます。蘇我駅に到着しました。蘇我駅で駅タグのスタンプのところを探していると、改札口の脇の駅員さんのいるところの近くにありました。蘇我駅の駅タグをゲットしました。蘇我駅のスタンプは内房線、外房線、京葉線という乗り継ぎの駅であることをモチーフにしたスタンプになっていました。それでは今回のウォーキングのルートを振り返ってみましょう。今回は東京駅から京葉線沿いを歩いて駅タグのある駅をすべて回って歩いてみました。約 52.8km の行程になります。前回総武快速線の東京駅から千葉駅まで歩いたんですけれども、そちらの方は内陸側だったので、線路沿いに各お店だったりとかカフェとかあって結構面白いところもあったんですけれども、今回は京葉線ということでベイサイド側を歩いたような形になります。京葉線沿いには葛西臨海公園だったり東京ディズニーランドだったり、八津干潟ですね、そういう公園があったりとか、結構面白いところもあるんですけれども、残念なことに倉庫街も結構あるんですよね。それなので、倉庫街のとこ歩くときはちょっと辛い感じになります。で、また倉庫街のところに 2駅ほど駅があるんですけれども、そこには駅タグがなかったので、そこに寄るって駅タグを取るという行為がないところがちょっと辛いところでもあります。でも駅タグを取って歩くということで、そんな全部52キロを全部一貫して歩くよりかは、途中途中休めたりとかですね、駅タグを取るという行為があるので、長く続けられるっていう感じになります。実際 52.8 キロっていう距離も普通だとなかなか歩けないんですけれども、駅タグを取りながら歩いていると、あれもう終わったのというような感じで最後まで行くことができました。駅タグウォーキングも近川の路線は全て制覇してしまったので、今度はちょっと違う路線にチャレンジしたいと思っています。ちょっと目をつけているところはですね、横浜の方に行くような形で京浜東北線沿いですね、そちらだったりとか、武蔵野線を一周回ってみるとか、ちょっとそういうところをチャレンジしたいと思っています。ちょっと駅間が長くなると、どういう感じになるのかっていうところもちょっと楽しみですね。今回晴れてて天気が良かったんですけれども、これから梅雨時になってくるので、
雨の降った後に山に行くとかっていうのは結構厳しい状態だと思ってるので、液タグとかでちょっと街歩きをするのもいいかなと思っています。さすがに豪雨が降ってる時に歩くことはできないので、ちょっと小雨だったら雨が降ってても歩いてみたいと思っています。いかがでしたか？今回も液タグを通じてウォーキングをするというような動画にいたしました。なかなかウォーキングをするっていうことは健康にいいということも聞きますので、ぜひこれからも続けていきたいと思っています。今回の動画に興味を持たれましたら、チャンネル登録をしていただけると、今後作成する励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。